おいおい、どうなってるのだ。昨日まで1日にたくさん掘れてたのに、今日はその10分の1しか掘れないよ。故障か？故障じゃないわ。難易度が跳ね上がったの。つまり、ネットワークのどこかにあなたの GPU なんて目じゃないくらいの怪物が参加してきたってこと。怪物？第5話でザマージで追い出されたマイナーたちがカスパに集まって、やっと居場所を見つけたばっかりだったのに、あの束の間のオアシスはもう終わりなのか？残念だけど、そうなの。GPU マイナーの数は大して増えていないのに、難易度だけが異常に上がっていった。つまり、マイナーの数じゃなくて、計算力そのものが桁違いに増えたのよ。見えない巨人がどこかにいるのだ。その正体は、ASIC、アプリケーション、スペシフィックインテグレイテッドサーキット、特定用トムテ集積回路。カスパのマイニングだけに特化して設計された専用チップよ。まさか、現れたのか。前回出てきた ASIC ってやつが。2023年の春、ついにその時が来たわ。アイスリバーという新興メーカーがカスパの K ヘビーハッシュアルゴリズム専用の ASIC マシンを発表したの。当時、カスパ用の ASIC は世界に1台も存在しなかった。誰も手をつけていない市場に真っ先に飛び込んできたのよ。4月にカスパコミュニティに参加して製品ラインナップを公開した。誰も作ってないところに一番乗りしたのか。聞いたこともないメーカーだけど、本当に動くのか？アイスリバーが最初に出した KS0 は GPU の何分の1かの消費電力しか使わない小さな箱なのに GPU 数十台分の計算力を叩き出したの。 KS0 の出荷は7月に始まった。そして翌月にはもっと大きな名前が動いたわ。ビットコイン ASIC の帝王、ビットメイン。ビットメイン？それってどんな会社なんだ？中国に本社を置く世界最大のマイニング機器メーカーよ。2013年にビットコイン用の ASIC を作り始めて以来、10年以上ずっとこの業界のトップに君臨してきたの。世界中のビットコインマイニングの大半はビットメインのマシンが動かしているわ。その巨人が8月にアントミナー KS3 シリーズを投入してきたの。その性能は GPU の数百倍から数千倍。数千倍？勝てるわけないのだ。縦槍で戦車に挑むようなもんだよ。これはマイニングにおける産業革命よ。手工業の時代は終わり、工場生産の時代が来た。個人の GPU マイナーたちは再び居場所を奪われることになったわ。ふざけないでくれよ。カスパはみんなのコインじゃなかったのか？第4話でフェアローンチで誰にも特別扱いしないで始めたのに、また大企業に支配されちゃうのか。当然、コミュニティでは激しい議論が起きたわ。ASIC を禁止するプログラムに変えろ、GPU を守れ、という声がある一方で、ASIC が来ればネットワークが強くなる、と歓迎する声も少なくなかったの。実際、モネロのように ASIC を徹底的に排除する道を選ぶコインも多いの。で、モネロは実際に追い出せたのか？アルゴリズムを何度も変更して、最終的に ASIC が動かない仕組みに切り替えたわ。いたちごっこの末に逃げ切った。でも、その代償に CPU でしか効率的に掘れなくなって、ハッシュレートは ASIC を受け入れたコインほどには伸びなかった。ASIC を追い出した代わりに大きなインフラになる道も閉ざしてしまったの。逃げ切ったのに、その先が行き止まりだったのか。じゃあ、カスパはどうするんだ？同じことをしたら同じ結果になるのか？実はね、ヨナタンは K ヘビーハッシュを設計した時、ASIC が来ても排除するのではなく、むしろネットワークが強くなる構造にしていたの。排除じゃなくて強くなる？どういうことなのだ？ヨナタン自身がカスパのメインネットを立ち上げた時にこう書いているわ。K ヘビーハッシュの目標は設備投資が重い、つまりキャペックス重視のプルーフオブワーク関数を作ることだと。キャペックス重視？どういう意味なのだ？マイニングのコストには電気代のような運用コストとマシンを買う設備投資の2種類があるわ。ASIC マイナーは高い専用マシンを買わないと始められない。つまり、大きな設備投資をしたマイナーほど、ネットワークを裏切るインセンティブがなくなるの。高いマシンがゴミになるから。なるほど。何億もかけた機材を抱えてる人間は、ネットワークを壊す側には回れないってことなんだね。その通り。ヨナタンは、このキャペックス重視の構造を、ASIC 以上に強い概念、と呼んだわ。GPU は汎用だから、カスパがダメなら別のコインを掘ればいい。
でも、カスパ専用の ASIC を買った人は、カスパと運命共同体になるの。じゃあ、ASIC が来ることは、ヨナタンにとって想定外じゃなくて。むしろ歓迎よ。ヨナタン自身が、ASIC の到来は、GPU マイナーを含む全員にとってプラスだ、と言っているわ。ネットワークの計算力が上がれば、攻撃コストが天文学的になり、通貨としての信頼性が上がる。それは結果的に、カスパを持つ全員の利益になるの。もう少し説明するわね。GPU マイナーは汎用だから、いつでも別のコインに逃げられるの。逆に言えば、攻撃者が GPU を大量に借りてきて、51% 攻撃を仕掛けることも、理論的には可能になる。でも、カスパ専用の ASIC は逃げ場がない。攻撃のために何十億もの専用機を買い、攻撃が成功したらその機材がゴミになる。そんなことをする人はいないわ。守りが固くなるだけじゃなくて、取引の確認も早くできるようになるってことなのかな。その通り。マイニング市場が安定すれば、少ない確認回数でも安全になる。これがカスパの高速確認を支える土台になるの。この話は、次の回でもっと深く触れるわ。でも待って。じゃあ、なんで最初は CPU で掘れるようにしてたのだ？最初から ASIC でよかったんじゃないの？カスパはオープンソースだから、マイニングソフトは誰でも作れるの。実は、K ヘビーハッシュをマイニングアルゴリズムに使うと決めたのは、ローンチの前日にコリュニティが選んだの。そして、ローンチ初日は CPU 用のソフトしかなくて、後からコリュニティのメンバーが GPU 用を開発した。ASIC も、アイスリバーがアルゴリズムを解析して勝手に作った。誰かが許可したわけじゃない。全部、自然に起きたことよ。アルゴリズムもコミュニティが選んで、ソフトもハードも自然に進化していったのか。そしてもう一つ。第5話で少し触れた K ヘビーハッシュと光コンピューティングの話、覚えてる？電子じゃなくて光で計算する未来の技術のやつか。K ヘビーハッシュの中核は行列演算。これは将来の光チップ、つまり光で動く ASIC と相性が良いように設計されているの。ヨナタンは今の ASIC どころか何十年先の光 ASIC まで見据えてこのアルゴリズムを選んだのよ。何十年先まで？目先の問題じゃなくて最初から全部織り込み済みだったのか。じゃあモネロとは根本的に違うのだ。モネロは ASIC を敵として排除する道を選んだ。一方カスパは ASIC を味方として迎え入れる設計を最初からしていた。メーカーが莫大な開発費をかけて専用チップを作るのはそのコインが将来も長く存続すると信じているから。つまり ASIC の参入はカスパが本気で投資する価値があると産業界に判断されたということなの。そうか。カスパのコミュニティは狭い世界に閉じこもるんじゃなくて、世界中の人が安心して使えるインフラになる道を選んだんだね。その結果カスパのハッシュレートは爆増したわ。ビットコインが7年かけて到達した1エクサハッシュにカスパはたった3年で到達した。小さなプロジェクトが本物のインフラになったの。でもさ、GPU マイナーたちは結局追い出されたんだよね。第5話で約束の地を見つけたはずだったのに。それは重要な問いよ。GPU マイナーの多くはカスパからは撤退せざるを得なかった。でもね、彼らがネットワーク初期の最も脆弱な時期を支えたのは事実よ。彼らがいなければ ASIC メーカーが注目するほどの成長もなかった。GPU マイナーが ASIC マイナーにリレーのようにバトンを渡したの。でも ASIC って専用の産業用マシンなんだよね。個人はもう掘れないってことなのかな。実はそうでもないの。アイスリバーは暗号通貨のマイニングは誰にでもアクセス可能であるべきという理念を掲げていて、KS0 シリーズという個人向けの ASIC を最初からラインナップしていたのよ。消費電力たった65から100ワットの小さな箱で自宅の机の上でも動かせる。GPU から ASIC に道具が変わっただけで個人が参加できる構造は残ったの。GPU が育てて ASIC が守る。しかも個人も参加できたまま。ヨナタンが言ってたこと全部その通りになったんだね。サトシのビットコインも同じ道だったよね。最初は CPU で掘って GPU になって最終的に ASIC 産業になったのだ。ビットコインが何年もかけた道をカスパは薄くして再現しているの。悲しいけど認めるよ。もうカスパは僕たちが屋根裏でこっそり育ててきた小さな世界じゃない。
世界と戦う通貨になったんだね。さようなら、GPU 時代。そして、ようこそ、まだ誰も見たことのない領域へ。まだ誰も見たことのない？この後、カスパはとんでもない挑戦に踏み出すの。1秒に1ブロックだった速度を10倍に引き上げる。飛んでいる飛行機のエンジンを着陸せずに乗せ替えるようなものよ。飛びながらエンジン交換。そんなことできるのか？その話は次回ね。